んにちは、サンタです。今回は外からやろうと思ったんですけど日が暮れてきてしまいました。なかなか難しいね、外でやるの。どうしようかな。ニュージャックスイング第3回をお送りしたいと思います。イエッピエッ。外でやろうと思ったけど難しいね。いや、落ち着かないな。よいしょ。結構難しいな、外でやるの。ここ夏に来た時には人が誰もいなかったんで、ここでやれば撮影楽かなと思ったけど、今日すごい人が多いですね。どんどん人が集まってきちゃって、さっきここに誰もいなかったんだけどダメだななんか全然やっぱここで落ち着いてできないな。移動するか移動します。撮ろうと思うと人が来るっていうのはマーフィーの法則っていうんでしたっけね。ちょっと前回フラットトップっていう髪型の話をしたと思うんですけど、ニュージャックスイングのミュージシャンたちがほとんどこういう四角い髪型してたんですけど、はいということで、そのフラットトップっていうニュージャックスイングの髪型に当時僕もしてみたくて、僕がね初めて一人暮らししたのが18歳の時なんですよね。で、神奈川県の小田急相模原っていう町に住み始めたんですけども、そこに一軒美容室があって、僕がね18か19ぐらいの時に多分24歳ぐらいのお姉さんが経営者として美容師でやってたんですよね。で、そこに通ってて、そこの美容師のお姉さんと仲良くなって、僕が漫画家を目指してるってことで、そこの店のガラスの絵とかを描かさせてもらったりとかして、仲良くしてたんですよね。で、そこの美容師のお姉さんが久保田利伸さんがそのメジャーデビューする前のからのファンで、久保田さんは確かホッテントットっていうファンクバンドなのかなをやってたみたいで、そのバンドの追っかけっていうか、そういうのもそのお姉さんやられていて、でブラックミュージック好きな方なのかなと思って、ちょっと相談してみたんですよね。で、なんか雲行きが怪しいなと思って完成したら、やっぱりね、もちろん僕がそのアフリカンアメリカンの男性っていうわけじゃないんで、髪質も違うんでね、強くパーマを当てたとてなんかちょっと違うものになっちゃって、若かった僕はちょっと抗議しちゃったんですよね。その方が非常に謝ってきて、それでなんかね、その方との友情がちょっとそこで途絶えちゃったんですよね。でとはいえその髪型でずっと過ごしていたんですけども、今から思うとなかなか悪くない髪型だったんで、非常にその方には失礼なことをしてしまったなと思っています。でその髪型でね、キューティーっていう雑誌が創刊する直前に、宝島っていうその兄弟誌で一回坊主キューティーっていうキューティーが立ち上がる前のそういうページがあって、編集者に頼まれて、一回モデルみたいなことやったんですよね。で、その時のがその髪型視点でご覧ください。
ということで横にいたのが初めてその日会ったんですけど、スケシンっていう男の子で、後にアーベーシングエイプだとかファレルのブランドのビリオネアボーイズクラブのロゴなんかも全部彼がデザインしたんですけど、実は彼と出会ったのがその日が初めてで編集者と伴って焼肉なんか食べに行って、でなんかねカバンの中からいろいろと日本では売ってないような珍しいそのポータブルゲーム機リンクスっていうのかな、そういうのを見せてくれたりとかして、で当時そのフジテレビの深夜でもう藤原宏さんたちがそのポステたちとなんか深夜番組やってたんですよね。で宝島でも連載を藤原さんたちは持ってたし、もうそのストリート系のファッションで言えばその、今もそうですけど最先端の情報をテレビとか雑誌とかラジオで提供してたんで、そのポッセの一人であるしんちゃんに出会えて、今度一緒に遊ぼうよとかって言ってもらえて、渋谷の昔東急って映画館があった今と違う場所ですけど、そこの前でね確か番号交換、LINE とかない時代ですけど電話番号の交換して、しんちゃんが絵を描く友達俺少ないからさって言ってくれて、しんちゃんが俺っていうかちょっと分かんない、僕って言ったか分かんないですけど、そういうのがあってそこからの友情なんですよね。だからこの写真っていうのは結構自分にとっては思い出の写真っていうか、そんな感じでございます。で後にずっとこの連載で話してるそのテリー・ライリーにもあったんで、その時の写真もどうぞ。Yeah, it's fantastic. 今でこそ Spotify とかがある世の中なんで、音源を探ろうと思ったら結構簡単になってきたんですけど、僕が大学生ぐらいの時には U&I っていうのが出てきて、前もなんかの動画で喋ったことあるかもしれないんですけども、レンタルレコードを借りてきてカセットテープにダビングするっていうのが結構流行ってきて、あとはラジオ FM ラジオとか聞いてエアチェックとかって言って FM レコパルっていう雑誌とかに何時に例えばボビー・ブラウンのアルバムが出たら全曲かけますとかっていうのがあったりとかしたんだったっけな。そうするとカセットテープの A 面と B 面に綺麗に撮ろうかななんてこうカセットデッキの前で待ち構えてたりとかしたんですよね。で先ほど話しましたように小田急相模原っていうところで一人暮らしを始めて、隣の駅ぐらいに町田っていう大きい駅があったんでよく行ってたんですよね。でジョルナっていう今でもある、この前も行ってきたんですけど大きい商業ビルがあって、そこの地下がジョル地下って言って、なんか一軒だけ輸入レコード屋さんがあって、輸入 CD、トゥデイとかもそこで買ったし、プリンスのブラックアルバムっていうのがなんか発売がなんかいろいろと危ぶまれてた時にそこの店で入荷してたんで買ったら、なんか偽物のブラックアルバムで一回苦情を言いに行ったことあるんですよね。でプリンスのブラックアルバムってこうお店に書いてあったのに買ったら違う人が演奏してて、でこれプリンスのブラックアルバムじゃないじゃないかって言ったら、いやプリンスのですよとか言い張られて、ちょっと苦い思い出があるんですけど、そういう混合玉石っていうんですか、ちょっと分かんない四字熟語を使いましたけど、いろいろと怪しいものもあった時代なんですけども、そこでね、なんていうのかな、ジョルナをこう道の反対側、東急ハンズ側に渡ると丸川だっけな、なんかすごい大きいデニムをビルの下から上までデニムを売ってるビルがあって、そこがなんか日本一デニムが売れるビルだとかって聞いてたんですけども、さらにその丸川デニムだったっけな、ジーンズだったっけなの一本裏に入るとこの字型のなんていうかな、ちょっと悲しい感じの裏通りがあったんですよね。でそこにスナックとかあったのかな、そこに一軒レンタルレコード屋があって、そこでねよくねいろんなヒップホップとかニュージャックスイングの CD をレンタルしていて、ある日とかヒップハウスですとかって書いてあって、そのハウスも流行りだしていて、渋谷なんかに行くと
なんていうレコード屋だっけ、まあちょっと書いときますけど、まあ、タワーレコード行ったりだとかウェーブ行ったりだとかしていて、なんかこう藤原宏さんおすすめのハウスとかって書いてあったりとかすると結構売れてたりとかしていて、でヒップホップとハウスを掛け合わせたヒップハウスっていうのもやってる人がいて、それをレンタルしたっていうのが結構僕の中で思い出としてなぜかピンポイントで残ってるんですけど、で何枚か CD をレンタルしたら、そこのレンタルレコード屋の横になんかね、倉庫じゃないけどなんかこう居抜きでなんかこう改装したお蕎麦屋さんがあったんですよね。コンクリート打ちっぱなしとかっていうとおしゃれみたいだけど、まあ、そんなかっこいいもんじゃなくて、でそこの蕎麦屋に入っていって、昼間かな、なんか塩おにぎりとゆで卵がなんか50円ずつぐらいで売っていて、なんかねお蕎麦とかおうどんを食べておにぎりとそのゆで卵で締めるみたいなことをしながら、まあ今日借りてきたそのヒップハウスとかのCD を眺めて、これはどんな音がこの盤面の中に入ってんのかなみたいなことを無双して帰っていってたんで、なんていうのかな、まあ、家に帰るとスーファミのマリオをやったりとかして、まああんまり寂しくなかったんですよね。その友達もあんまりいなかったし彼女もいなかったし、まあどうでもいい話ですけど、だから今回はちょっと外に出てみてくしくもなんかちょっと分かんないですけど、まあなんとなくニュージャックと私の青春みたいな話になっちゃったような気がするんですけど、どんどんこう僕の眼前にですね、ガンゼンズローゼスっていう感じで夕日が沈んできてるんですけども、今年もよろしくお願いします。それじゃあよかったらチャンネル登録まだの方はよかったらお願いします。そしていいねもいただけると嬉しいです。じゃあまた次回です。バイビー。ABC や。甘い。